皆さんこんにちは、ガジログです。今日は Huawei Watch GT ランナーの1週間レビューをお届けしたいと思います。良かったこともね、これはちょっとどうかなっていう点も含めてレビューしてみたいと思います。では本日も行ってみましょう。まず良かった点についてお届けしたいと思います。まず一つ目にね、良かった点なんですが、もちろんこの機種の売りである GPS がついていて、ランナーとしてね、ランニングするのに特化しているということなんですけども、 GPS の精度が非常に高いといった点です。どれぐらいですね GPS の精度が高いかと言いますと、その精度に関しましてはこのようなデータになっています。当然ながらね、マップを表示することはちょっとできませんけども、ここからですね歩いていって1キロ地点、そしてここゴールになっていますけどね、 1.76 キロですね。この距離を歩いてここですね、こういうふうにトレースしていってますね。ちょっと注目するとこなんですけども、ここの部分なんですね。実はちょっと道の反対側に出て、自動販売機があるんですけども、それちょっと見たんですね。その時にちゃんと行って帰ってきてるこのラインがトレースされてるんですよ。これすごいですね。通常ならこれ結構まっすぐにこうトレースされるケースってあるんですけども、ちゃんとその行った先しっかり戻ってきてるところまで軌跡がねしっかり出ています。追跡されてるわけですね。そのあたり結構精度高いなと思いました。GPS を使っている時にどの GPS をね接続しているかっていうのは正直分かりませんね。アメリカの GPS なのかとかね、こういう微妙なとこもそうですよね。こういった部分ですね。実際その記憶と合致している部分があるかっていうと分かりませんけども、ここに関してははっきり覚えてますので、すごいしっかり取れてるなって思いました。見晴らしがいいところで歩いていますので、その面に関してはかなり条件がいいと思いますけども、例えば大都会ですね、コンクリートジャングルの中でこういうマラソンとかされている方はビルの陰とかね入るとなかなか精度っていうのは落ちるかもしれませんけども、そのあたりはやっぱり条件の違いっていうのはあるのかもしれません。では次の点ですね。それは睡眠モニタリングに関してですけども、非常に精度が高いといった点です。このグラフがね27日の結果になっていますけども、レム睡眠9分というふうにねこう最後出ていますね。8時間3分で点数85点、結構いい感じですね。それでこのグラフなんですけども、以前のファーウェイバンド6よりも相当データ的にはかなり優秀だと思います。以前のものだと、ある日のデータを今表示していますけども、おおむねこう似ているんですけども、ところどころの精度の違いっていうのが出てるんですね。その面でやっぱりこうセンサーの精度が非常に高いのかなという感じです。ですのでより一層ですね、ランニングに特化しているとはいえ、こういう睡眠計測系の精度の高い数字を出したいと思っている方は、このモデルっていうのはいいのかなと思います。最新のセンサー使ってますので、そのあたりは全然結果っていうのはより高度なものになってるんじゃないかなと思います。そして次ですね、良かったことの3番目ですけども、このボタンにこのホーム画面からですね押した時に機能を割り振ることができるといった点が非常に便利です。今私はこのボタンをこのホームの状態で押しますと、このようにタイマーを表示できるように今設定してあります。で、私はタイマーを非常に多用しています。洗濯機を回して終了するまでだいたい30分ぐらいに設定しているんですが、スタートボタンを押したらすぐにセットするようにしています。そして分かりますかね、この音が聞こえるんですよ。カチカチカチ。この音が結構いいですね。アナログ時計みたいな音がして、これは雰囲気を出してくれます。当然ながらホームに戻ると消えてくれます。もし今ね残り何分かなと思って確認したい場合は、ここもう一回押しますと続きを見ることができます。止めるときはですね、このように止めることができます。そして終了するとこんな音が鳴ります。わかりますかね。小川のせせらぎの音と、そして鳥の鳴く声ですね。それと同時にバイブで震えてくれて終了しましたよということを教えてくれます。これが結構心地いいんですね。こういったちょっとおしゃれな感じで終了を教えてくれるっていうのもいいですね。で、同じように睡眠の時ですね、アラームも同じようにせせらぎの音と、そしてバイブで振動して教えてくれますので、結構目覚めもねしっかりこう緩やかに目が覚めるという感じですごくいいですね。そして通知が良好といった点ですね。通知に関してはこの下から上にスワイプします。ここにね
出ていますね。こんな風にしっかりね内容を表示することができます。ちなみになんですけども、もしスマホの方に電話がかかってきた場合、こちらにちゃんとその通知が来て応答するかどうかのね、もちろんマークがちゃんと出てきて、マイクとそしてスピーカーついていますので、ここで通話することができます。 iPhone とつないでいる場合は着信に関しては通常の iPhone の電話モードで着信しますので、ちゃんと通知が来ます。しかしながら楽天モバイルのね SIM をこちらに使って楽天リンク入れていますので、発信に関しては当然ながら楽天リンクから発信します。でも iPhone の最近の仕様の変更によって着信に関しては iPhone のデフォルトの電話で着信するように変更されたので通知が来るんですね。これはすごく iPhone 仕様変更が功を奏してるなという感じがします。しかしながら LINE ですね。残念ながら着信が来た場合、こちらにも何にも通知が来ません。その代わりですね、LINE の着信が止まった時ですね、直後に不在着信として LINE から通知が来ます。というわけでですね、前半は良かった点についてお届けしましたけども、この他にも細かい点でね、ここもいいなということもあります。前回のねファーストインプレッションの時でもお伝えしましたけども、この文字盤が非常に秀逸だなといった点もありました。では後半はここはどうかなといった点ですね、お届けしたいと思います。気になる点の一つ目、それは iPhone とペアリングしてしまうと、この時計の文字盤というところがありますけども、このその他を押しますね。そして前文字盤っていうのを押しますと、このように今一覧が出てきます。そしてもう一回おすすめに戻っても、ここですね、トップフリーって今書いてありますね。この横に Android 版ですと有料のものが出てくるんですね。でこれは iPhone 版の場合は一切出てきませんので、文字盤の購入は一切できないということになります。ここもやっぱり差別化されている点で残念だなと思います。しかしながらですね、無料のこの文字盤の種類は非常に多いです。どんどんこのようにページ変わるぐらい追加でね、このように表示されていきますので、この中にきっと何か好ましいものがあるんじゃないかなと思いますので、ここの中で使っていくことになると思います。そしてですね、ここが気になる点の2つ目の点ですね。それはやっぱりサイズがやや大きいので、私としてはですね、睡眠中に大きさが気になるといった点です。横から見ていただくとそうですね、当然厚みもありますし、上から見てもこの腕のねこの幅ぐらいちゃんとありますしね、以前の持っていたスマートバンドよりも大きいんですね。これがですね、やっぱり今までのことを思うとだいぶ大きくなってしまったので、睡眠の際にですね煩わしいなという感じはしました。ですので、睡眠計測の精度っていうのが非常に高くなっていいんですけどもね、やっぱり寝づらくなってしまったっていうのはどうしてもあります。そしてですね、次ですね、バッテリーに関してですけども、これは意外な結果になりました。今ねデータがこちらに出ていますけども、 AOD を使った場合のバッテリーの減り具合の結果になりますけども、結果から言いますとね、4日間でバッテリーがなくなりました。丸4日というよりは4日ちょっとという感じですね。1日あたりだいたい 25% 減っていく計算です。結構減りますね。5日ぐらい持つかなと思ったんですけど、私個人的には残念だなと思います。でこれ今 AOD がねこのように表示されていますね。時計とかね日付とか最低限の情報を表示してくれる機能なんですけども、これ寝ている間もずっとついてしまっていまして、必要ない時間帯、時間設定することはこの機種に関してはできませんでした。これはなんでっていう感じしましたね。ですので24時間 AOD を設定しているとこのように表示されてしまいます。これがおそらくバッテリー消費に結構大きな影響を与えているのかなと思います。もしこれがですね夜9時から朝の6時までは点灯しない、 AOD すら点灯しないというふうに設定が可能であれば、もっとバッテリーに関しては持つんじゃないかなと思われます。そしてですね、この AOD をオフにした場合ですね、今 AOD をオフにしましたけども、オフにした場合のバッテリーの減り具合なんですが、だいたいですね1日あたり 10% 減という感じになります。ですので AOD をオンにした場合は1日あたり 25% 減、そして AOD をオフにすると同じ条件で 10% になりますので、だいたい 15% の差があるわけですね。これ結構大きいですね。 AOD ってこんなにバッテリー消費するのかなっていうぐらい大きいと思いました。ですので結果としてですね、私個人としては今 AOD はオフにして使うようにしたいなと思いました。ヘルスケア系に関してはほとんどオンにしてあります。心拍のモニタリング、血中酸素のモニタリング、睡眠計測、ストレス測定ですね。
そのあたりはほとんどオンになっています。それプラスワークアウトは1日あたり45分ぐらいしているんですけども、その上でですね AOD をオフにした場合1日 10% ぐらい減るということになりますので、もしワークアウトをしないよと、もうずっとこれほぼつけっぱなしで操作はほとんどしませんという方はおそらく 10% も減らないんじゃないかなという気はします。というわけでバッテリーの減り具合について今ご紹介しましたけども、だいたいですね10日ぐらい持つのかなという感じですね。私の使い方では10日ぐらいという形になりましたので、交渉で今通常モードで14日間ってありますけども、それぐらいいけば結構長く使えてる方かなという気はします。ここがダメな点、それはコードです。52m ありました。前回ファーストインプレッションでお見せした時はこの辺りこんな数字は出ていなかったと思うんですけども、実際私の今住んでいるところはだいたい12、3メートルのとこなんですね。こんなね52メートルって言ったら丘の上とかね山の上という感じはしますけども、ここまでは高くありません。ですのでこれはちょっと差がありすぎるなという気はします。この補正っていうのを押しますとこのように調整することができます。13メートルだよって言って、そうすると調整することができます。でもですねしばらくしてもう一回見るとまた変な数字に変わってしまいます。これはちょっと何とかしてほしいなという気がします。でここの I というねマーク見ますと、この気圧に関してはですね海面の気圧とかですね季節によって変化しますよ。そして正確な測定はその地域の情報をもとに調整してますってあるので、インターネットつないでくださいっていうようなことが書いてあるんですね。とはいえ全然調整されないのでちょっとこれはいただけないなという気がします。はい、というわけで今回ここが良かった点、そしてここがちょっと気になるといった点についてお届けしました。まだ1週間しか使っていないというのもありますし、ランニング自体ね、私実は膝が悪いので走ることができないんですね。ですのでウォーキングしかやっていないので、ランニング機能に関してなかなかレビューできないというのはちょっと心苦しいところがあるので、そのあたりは一つご了承いただければと思います。そしてですね、その実際ウォーキングの時だけなんですけども、本当に軽くていいなと思います。この1週間のインプレッションとしては非常に良好だなと思います。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。